大変なのだ。三陸沖で M7.7、さらに後発地震注意情報まで出たのだ。最初から重い話題ね。でもそこが今日の中心だわ。新幹線と H3 もあるなら今日はかなり盛りだくさんじゃん。まずは地震の話から落ち着いて見ていくのだ。20日の午後4時52分頃、三陸沖を震源とする M7.7 の地震があったのだ。震度5強まで出たのね。青森県海上町で観測したわ。その後、北海道三陸沖後発地震注意情報が出たのだ。後発地震注意情報って後から別の大きい揺れが来るかもって備える合図みたいなやつだよね。必ず起きるって意味じゃないのがポイントね。慌てるより備えを整える話だわ。揺れは北海道から近畿にかけて広い範囲で観測されたのだ。広すぎじゃん。本当に遠くまで届いたんだね。岩手の久慈港では80センチの津波も観測されたのだ。津波警報や注意報はもう解除されたけど、気を抜くには早いわ。1週間は持ち出し袋を見直してすぐ動けるようにしてってことだよね。家具の固定、食べ物と水、トイレの備えも確認するように呼びかけてるわ。対象は北海道、青森、岩手、宮城、福島、茨城、千葉の182市町村なのだ。182ってかなり多いじゃん。対象の広さがすごいよね。内閣府と気象庁は1週間以内の強地震の確率が普段より約10倍だとしているわ。2011年3月9日の三陸沖 M7.3 の後、2日後に東日本大震災につながった例もあるのだ。1963年の択捉島沖でも M7.0 の後およそ18時間で M8.5 が起きたわ。だから今回は怖がりすぎずに備えを整えるって考え方が大事だよね。そういうことなのだ。次は駅での対応を見るのだ。続いては新幹線の話なのだ。地震の影響で5つの駅で列車ホテルが開かれるのだ。列車ホテルって車両の中で休めるってやつじゃん。本当に電車の中なんだね。東京、仙台、盛岡、新青森、長野の5駅ね。かなり広く動いてるわ。東北、秋田、山形の各新幹線が大幅に遅れて、在来線の終電に間に合わない人向けなのだ。こういう時、帰れない人が出ると困るもんね。休める場所があるのは助かるよ。東京駅には最終の新幹線が21日の午前2時頃に着く見込みだそうよ。在来線の終電が終わってから21日の午前5時半頃まで車内に入れる予定なのだ。数時間だけでも横になれるなら全然違うじゃん。寝不足で動くのきついしね。ほんとね。こういうのがあると駅で夜を越す人の負担が少し軽くなるわ。列車ホテルは止まっている車両を休憩用に使う対応なのだ。なるほど。宿じゃなくてもとにかく体を休めるって発想なんだね。災害の時は移動手段を確保するだけでも大仕事だもの。こういう受け皿はありがたいわ。もしその場にいたら乗り換え情報と滞在できる時間を先に見るのだ。慌てて動くより落ち着いて確認した方が安全だよね。こういう運用を知っておくといざという時に少し心強いわね。次は宇宙に向かう H3 の話なのだ。最後は H3 ロケットなのだ。宇宙航空研究開発機構の JAXA が6月10日の打ち上げ再開に向けて調整を進めているのだ。去年失敗した後、もう再挑戦の日程が見えてきたのね。種子島宇宙センターから打ち上げる方向ってそこも大事じゃん。去年12月の8号機は衛星を乗せる土台の接着部が剥がれて隙間ができたのが原因だったのだ。原因が見えたから補修案まで進めたわけね。30形態っていうのは補助ロケットを使わない新しい形なんだよね。人工衛星の代わりに構造物などを載せる試験機で確かめる計画なのだ。同じ接着方式の土台を直して荷重や衝撃のデータを取るのか、かなり丁寧だわ。一回失敗したところを
もう一回ちゃんと確かめる感じだね。地味だけど大事じゃん。22日に開かれる部会などで補修案が議論されて、その後正式決定の見通しなのだ。宇宙開発って打ち上げそのものだけじゃなくて確認の積み重ねなのよね。学校の発表でもリハーサルで直すのと同じだよね。大舞台ほど準備が大事じゃん。 H さんは日本の主力ロケットだから再開が近いのは嬉しいのだ。失敗で終わらせず次へ進むのはちゃんとしてるわ。成功したらまた話題になりそうじゃん。宇宙のニュースはワクワクするよね。じゃあここでちょっとだけ豆知識に寄り道するのだ。さっき津波の話が出たから言葉の由来を一つだけ紹介するのだ。由来ってどこから来たの？なんか気になるじゃん。港のことなのだ。沖で目立たなくても港で大きな被害が出るから津波になったのだ。港で先に困るからその名前なので言われてみればわかりやすいわ。しかも津波は波長がとても長くて何度も押し寄せたり引いたりするのだ。一回見えたから安心じゃないってことだよね。そこが本当に怖いじゃん。海岸だけじゃなく川を遡ることもあるから近づかないのが大事なのだ。今日は地震、新幹線、ロケットとかなり幅広かったのだ。今日の内容どれが一番気になったかな？概要欄に関連のリンクもあるからそこも見ておくといいわ。チャンネル登録もよろしくなのだ。また次回も見てほしいのだ。